この動画では戦争の本質であり、かつ負の側面でもある暴力について解説します。暴力の原因ではなく、結果の方に関してになります。あえて、あまり一般に知られていない部分に触れています。今回の内容は今後の話題を見る中でも常に頭に置いておいてほしい、ある意味一番重要な回になります。遺体の写真等、視覚的にショッキングなものは出しません。ですが内容としては十分気分を害してしまうものとなっています。それは申し訳ありません。ですが、すべての人が知っておくべき内容だとも思います。まず銃創です。よく勘違いされていますが、銃創とはただどんぐり大の穴が開くというものではありません。銃弾が人体に命中した際に起きていることは上記の通りです。銃弾は推進方向への運動エネルギーはもちろんですが、銃身内の市場により大きな回転エネルギーを持ちます。これらが人体を破壊します。参考のため、粘土を小銃で撃った結果をお見せします。まず、射入口ですが、これは想像通りのものでしょう。とはいえ、実は銃弾の直径よりはるかに大きい穴です。そしてこちらが射出口です。人体組織の場合も、おおむね同程度の大きさの損傷となります。最大直径で弾丸の口径の10から15倍とのことです。ちなみにこれは 5.56mm 弾、つまり最も威力の低い銃弾によるものです。12.7mm 以上の大口径銃の対人使用が暗黙的に禁止されている理由がよくわかるかと思います。また、軍用銃で用いられるのは基本的にフルメタルジャケット弾という貫通力を重視したものなのですが、それでもこうです。柔らかく、変形や断片化をするようになっているダムダム弾は、先端が大きく広がり、かつ、破片が散らばり、体内をかき乱すため損傷が深刻かつ治療困難で、そのため明示的に国際法で禁止されています。手榴弾を含め、榴弾の効果についても正しく理解されていません。爆発の勢いで吹っ飛ばすのが目的の兵器と勘違いされていることが多いです。違います。無数の鋼鉄の破片を飛び散らすことにより、死のシャワーを発生させることが目的の兵器です。破片による損傷は、ライフル弾の場合とは真逆に射入口の方が大きく徐々に小さくなっていくという逆円錐状になります。回転エネルギーがないことや不規則な形状によるものです。例として手榴弾を見ていきます。破片が完全に東方的に飛散すると仮定すれば、初等数学から上記のように破片密度が計算できます。ここで D は距離 R における破片密度ですが、立位生体している人間の断面積がおよそ1平方メートルと考えれば、D はそのまま人が受ける破片数ということになります。具体的な数値を当てはめていきます。まず破片数 N ですが、現代の手榴弾には写真のように、破片がより多くなるよう内面に切れ目が入っています。写真からざっくり、N イコール500から1500と見積もられます。では、R イコール1、5、15について、人体がどれほどの破片を受けるかを見てみましょう。こちらの正方形は一辺が2メートル、つまり面積イコール4平方メートルです。R イコール1では人は数十から100個余りの、しかも高運動エネルギーの破片を受けます。四肢はちぎれ飛び、原型をとどめないズタズタの肉片と化します。R イコール5では破片を複数受け、致命傷を負う可能性が高いです。このぐらいまでを殺戮半径と呼びます。耐性が低く、かつ運が良ければ、一命は取り留めるかもしれません。R イコール15まで離れていれば助かる可能性はかなり高くなります。しかし、バイタルゾーンに破片を受ければ命を落とすかもしれません。米陸軍共犯によれば M67 手榴弾について5メートルで致命的、15メートルで死傷者発生とあるので、ここでの試算は大きく外れたものではないでしょう。ちなみに破片効果の及ぶ範囲、つまり破片が殺傷力を維持する距離は230メートルとあるため、たとえ100メートル以上離れていても運が悪ければ破片を受け死ぬ可能性はあります。以上は手榴弾という最も威力の低い榴弾による結果です。各種榴弾の殺戮半径は上図の通りです。一番外側、口径20センチメートルの榴弾では一発で直径100メートルの範囲内の人員のほとんどが死傷するということになります。このような凄まじい殺傷力から推測できるように、現代戦での負傷原因はほとんどが破片効果によるものです。対戦車ミサイル ATM と呼ばれる兵器で使用されているのがヒート弾です。簡単にメカニズムをお話しします。ヒート弾の断面はこのようになっています。成形策薬という円錐状のくぼみを入れた策薬を用います。さらにくぼみ部分に金属をかぶせることで威力を高めているのが一般的です。この状態で、策薬の後部にある芯管、電爆薬と起爆させればこのように爆発が伝播するため、爆発の威力が集中し、細い超高温高速のジェットが発生します。この高温ガスと金属微粒子のジェットが、数十センチメートルもある鋼鉄装甲を貫通します。ジェットは装甲貫徹後、射室内部の開放空間に入ると火球となり急速に膨張し、熱放射と衝撃波が発生します。また貫通口周辺の装甲の内側部分が剥がれ、破片となって飛び散ります。これらにより、次のような複合的な損害が発生します。衝撃波による被害、軽度、鼓膜の破裂、重度、ブラストラング、破裂肺、体の分裂、破壊。その他、超高温による熱傷、破片効果による裂傷、ガスの毒性による中毒など。戦車は、ヒート弾を受けても外見上はほとんど無傷です。しかしその中身は灼熱と物理的な衝撃によって破壊尽くされています。具体的にどうなっているのか、少し調べてみたのですが漢検の限りでは詳細を描写した資料は見つかりませんでした。赤十字社の資料によれば、約1000度の超高温により、人間は一瞬にして炭化するようです。これは聞いた話なので信憑性は乏しいのですが、人間だったものはゼリー状の何かに変わり果てているそうです。
同じく赤十字社の資料には、最も重度の熱傷である皮膚の前層の破壊は、炭化した比較上、あるいは籠状の外観となる、とあるため、ある程度信頼できる証言の可能性が高いです。以上は装甲が貫徹された場合の話ですが、貫徹されない場合でも爆発の衝撃により人員に損傷が発生します。特に悲惨なのが対戦車地雷です。メカニズムはヒート弾と同じなのですが爆薬量が大きく、しかも多量の土砂が非常な高速度で車両にぶつかることによって二次的な衝撃をもたらします。人員は車体上部にぶちつけられたりすることにより、頭蓋骨や脊椎をはじめとした致命的な骨折を負う危険性があります。爆発の衝撃に対してシートベルトの機能は限定的であり、戦闘中は使用されていない場合も多いです。またよく見られるのが、パイドドマイン、地雷足という損傷形態で、下体がかかとから爆風によって吹き飛ばされ、一見健常に見える皮膚の袋の内側には粉々になった骨や組織しか残っていないありさまとなります。対戦車地雷に限らず IED や、また艦艇が機雷や魚雷等の攻撃を受けた場合も類似の被害が発生します。ジャベリンや RPG が敵戦車に命中して、ヘイ、フォーと歓声を上げている動画をたまに見かけます。私はそういう動画を見ると嫌悪感で本気で吐き気がしてしまいます。ニュースや新聞での戦車〇〇両を破壊、艦艇〇〇隻を撃沈という表現の裏にある現実はこうです。鋼鉄の車や船、飛行機の戦いに見えているものをズームアップしてみると起きていることです。身体的苦痛に関しては一旦以上としますが、他にも様々な兵器による損害があります。本トピックでは主として参考文献8の内容を元にしています。戦争によって兵士が経験する最大のストレスは何でしょうか。疲労、恐怖、ハラスメント、緊張、不安、嫌悪感、悲惨さ、不衛生、飢餓、不眠、等々。もちろんこれらはどれも耐え難い苦痛です。ですが、精神を破壊する主要因となることは存外稀です。例えば人は案外、自分自身の死や、関係ない他人の関係ない死自体は冷静に受け入れられたりします。最大のストレスは、これだと言われています。つまり、抵抗感、そして実際に人を死なせてしまった場合には罪悪感です。ちなみに、自分の行いの結果として、という部分は、故意、過失の別なくです。兵士に限りません。彼や彼女を戦場に送り出してしまった人たちや、彼や彼女を救えなかった人たちも含めて。では次に、このことを如実に示すデータを見てみましょう。これは、銃撃戦においてどれだけの兵士が発砲していたか、いなかったかに関するデータです。まず各棒の一番右側に示していますが、世の中には攻撃的精神病質者、俗にサイコパス、ソシオパスと呼ばれるような人種が、数%いると言われています。彼らは人を殺傷することにほとんど抵抗感も罪悪感も感じない、とても優秀な兵士です。ここではそれ以外の97から 98% の人の方に着目します。一番上、第二次大戦以前の発砲率の低さに唖然とするでしょう。しかも、発砲している者もその多くが、はるか情報など敵に当たらないように撃っていたとのことです。非発砲者らは戦場から逃亡したのでしょうか。怯えてうずくまっていただけだったのでしょうか。そうではありません。彼らは負傷者の救助、武器弾薬等の運搬、伝令、通信、障害設置、除去など、むしろ敵と打ち合うよりも危険度の高い任務をしばしば進んでこなしていたのです。自らの死と殺人等を天秤にかけた際、80% 以上もの人間が前者を選ぶ。というのはさすがに話を単純化しすぎですが、それでも人を殺傷することへの抵抗感の強さがどれほどか伺い知れるでしょう。しかし朝鮮戦争、ベトナム戦争と発砲率は飛躍的に向上していきます。すなわち兵士がそれだけ優秀になったということですが、その代償が大量の PTSD 患者の発生でした。PTSD については後で述べるとして、その前になぜここまで発砲率が上がったのかを確認します。殺人という行為は相手と自分、少なくとも2人の人間性を否定する行為ということができます。もちろん、実際はここまで単純ではありません。やらなければ自分が、仲間が、家族が、国が、そういった様々な死が複合的に関わってきます。賢明さを優先しているということは前提として認識しておいてください。すると、殺人への抵抗感の克服のためには、まず一つには、相手は同じ人間なんかじゃない、悪魔だ、だから殺しても、殺人にはならない、と正当化する方法があります。もう一つが、起きた事実から目を背けることです。自分は殺人を犯してなどいない、つまり自分は人間のままだ、という正当化です。レシピをもう少し具体的に見てみましょう。大きく3つに分けられます。まず1つ目は、責任の分散です。官僚制による効果については、バウマンの近代とホロコーストやミルグラム実験等により、軍隊に限らない一般論としてある程度知られています。社会的に重要なほとんどの行動が、複雑な因果関係と機能上の連鎖的依存関係によって媒介されると、道徳的ジレンマは視野から離れ、意識的な道徳的選択や熟慮の機会も減少する。B、集団面積。互いに強く結びついた集団では、仲間に対して守らなければならない、信頼されなければならないという強い責任感が生じます。また、集団での戦闘内であれば、実際に誰が殺したのか明らかでなかったり、あるいは自分がやらなかったとしてもどうせ他の人がやっていた、といった形で罪悪感が薄れることにもなります。二つ目が距離ですが、これは物理的な距離と心理的な距離に大別できます。物理的距離に関しては、格闘距離で手に感触を得ながらなのか、遥か航空から爆弾を落とすだけなのかで、殺人を実感する度合いは全く異なることは容易に想像できるかと思います。B、心理的距離とは、端的に言ってしまえば相手を同じ人間だと認めないということを意味しています。敵は自分たちとは別種の悪魔であり、決して分かり合うことなどできないと刷り込むのです。
とりわけ憎しみは、抵抗感や罪悪感を薄めるどころか、むしろ正反対の感情を増幅させます。闘争本能、攻撃本能や、殺戮による興奮や快感、達成感です。1と2については、何も第二次大戦後に突如始められたものというわけではありません。特に2は、槍や刀、弓矢、刀弾などから、鉄砲、大砲、爆弾、ミサイルと兵器が進歩するにつれ自然と醸成されてきたものでもあります。1については近代に大きく発展した部分で、顕著な例を挙げるとすれば、日露戦争初戦の南山の戦い初日、戦死者2500の一報を大本営が受けた際、桁を一つ間違えているのではないか、と狼狽したという逸話があります。近代官僚制軍隊同士の戦争というのはそれほど衝撃的な革新でした。余談ですが、自衛隊を辞める前と辞めた後とで自分が変わったと感じた経験をお話しします。アニメ、サイコパス、第1話を見た時の反応の違いです。主人公の常森茜が、潜在犯となってしまった被害者を撃とうとする部下たちを制止するシーンです。現役時代にこれを見たときはなぜ止めるのかが理解できませんでした。自らの任務、役割を考えれば迷う余地すらないはずです。正直に言うとこの無能目が、これだから女は、それぐらいのイラつきを覚えてしまっていました。ですが自衛隊を辞めてしばらくしてから見返したとき、180度正反対の感情になっていました。そうだ、ここは止めなければならない。なぜ？人間であるために、あんたは何が正しいかを自分で判断した。役目より正義を優先できた。いつの間にか、自らをロボットと化し、いかにロボットであるかが優秀と考え、甘つさえロボットであることを誇りにすら思うようになってしまっていた自分に気がつきました。話を戻して、3つ目の条件付け、これはいわゆるパブロフの犬です。そしてこれが第二次大戦後に取り入れられた新しい訓練方法です。訓練する兵士は完全武装で銃を構えた状態で待機します。すると隠れていた人型の的が突如起き上がって現れる。兵士は瞬時に照準を合わせ引き金を引く。この繰り返しです。この訓練により射撃技術の向上ももちろん図られていますが、それよりも反射的に引き金を引けるようになることの方が真の革新です。また副次的な効果として、実際の戦場でも敵はただの人型の的にしか見えなくなります。この訓練、調教と言い直すべきですね。この調教により、先に見たように兵士の発砲率は飛躍的に向上することとなりました。さて、以上の3つにより優秀な兵士が出来上がりました。しかし待ってください。1や2は確かに殺人という行為を犯したこと自体、もしくは相手の人間性の否定という意味、役割を有しています。ですが3は、一時的に抵抗感を麻痺させているだけであり、後になって冷静に思い返せば、殺人を犯した事実も、相手の人間性も、全く否定できていないことに気づいてしまいます。その結果が次に述べる PTSD です。その前に、ここでシューティングゲーム等の危険性について指摘しておきます。それらが危険なのは、現実とゲームが区別できなくなるとか、暴力性を助長してしまうとかではありません。条件付けによって、自らの理性が働く前に殺人を犯してしまう危険性を高めてしまうことです。殺人という行為に対して、リアルなイメージを伴う抵抗感が希薄化してしまうとも言い換えられます。しかもゲーム内で人を殺しても罪悪感は生じず、むしろ快感というポジティブなフィードバックだけが得られます。つまり、反射という古典的条件付け、パブロフの犬のみならず、報酬への期待というオペラント条件付けまで同時に施されてしまっているのです。そのような心理状態では銃の引き金を引く抵抗感はますます低下しており、何かの拍子に実際に殺人を犯してしまった後に襲ってくる罪悪感の深さは、覚悟の欠如の反動として想像を絶するものとなるでしょう。またもう一つ付け加えると、最近はレシピの4つ目として、兵士のサイコパス化も研究されているという話があります。兵士の人格を社会モードと殺戮モードにスイッチングするといった内容らしく、非常に危険です。条件付け同様に深刻な PTSD につながると思われます。このような方法は先進国の最先端技術のように見えて、試験では多くの内戦、武力紛争で見られる少年兵、問題と同レベルに思えます。すなわち、ドラッグやアルコール等により理性を奪い、殺人者に仕立て上げてしまうやり方です。PTSD、誰しも聞いたことぐらいはあるでしょう。はじめに、PTSD に限らず精神障害を理解する際に一番重要なのは、それが白か黒か、つまり正常か異常かで単純に分けられるものではないということです。例えば DID、乖離性同一性障害、いわゆる多重人格という精神障害がありますが、夢の中で人格が変わったり、マルチリンガルの人が異なる言語を話す際に人格が変わったりと、乖離自体はほとんど誰しもが経験する事象です。それが程度によって障害か否かに認定されているに過ぎません。以上を踏まえた上で PTSD についてですが、まず、すぐには発症しません。というのも、何らかのショック体験でトラウマを負うのは多くの人に見られるもので、それらすべてを PTSD とは呼ばないからです。症状が1ヶ月以上続くことにより認定される場合もありますが、当初は何ともなかったのに何ヶ月も、あるいは何年も経ってから、ふとしたことがきっかけで発症することが多い疾患です。この間、退役軍人と話している時も、戦術を語り始めると突然、彼が倒れたんです。何が引き金になるのかわかりません。緩和することはできても根本的な治療法は確立できておらず、死ぬまで付きまとって離れない、まさに呪いと呼ぶにふさわしい病でしょう。しかし肝心のその定義は未だ定まっておらず、それが一般の理解が進まない理由の一つのような気はします。実際、個々の事例で症状も有効なケアも大きく異なります。
一応最新のアメリカ精神医学会マニュアル DSM-5 では A、トラウマ体験の存在、B、侵入、再体験、C、刺激の回避、D、認知や気分の異常、E 過覚醒の5つを満たす場合を PTSD としています。しかし統合失調症や解離性障害など他の精神障害との関連や移動も曖昧で、例えばトラウマ体験の際に解離症状が生じた人は、そうでない人と比べて PTSD 発症率が5倍近いなどの研究もあります。また、世界保健機関 WHO の国際疾病分類第11版 ICD-11 では PTSD の他に新たに複雑性 PTSD という分類も設けられたりと、混迷している感が否めません。PTSD の発症や進行のメカニズムは十分解明されてはいませんし、この動画は精神障害を解説するものではないのでこれ以上は深入りせず、多種多様な症状やデータを並べるに留めておきます。まず、顕在化する症状としては図のように軽度から重度まで様々です。多くの場合他の精神障害を伴います。ここで列挙しきれていないものもたくさんあると思ってください。典型的な症状がフラッシュバックです。DSM-5 の中の B、侵入、再体験の一例にあたります。以下、日本トラウマティックストレス学会のガイドラインからの引用です。その体験が当時と同じ感情を伴ってありありと想起され、その場に戻ったかのように感じられ、仕事などが手につかなくなる、持続的な不安、緊張があり、些細なことで苛立ち、怒りを生じやすくなる。また、その苦痛を避けるため、体験を思い出すような刺激や場面を回避したり、喜怒哀楽の感情が麻痺したり、生活の実感が失われたりする。PTSD 患者にとって特に苦しいのが、戦場から帰ってきて日常生活に移行する中で感じるギャップだといいます。戦場では良くも悪くも仲間たちと強い連帯感が生まれ、異常な高揚感の中何度も死線を乗り越え、運よく生き残り英雄として帰還できたとする。しかし、いざ帰国してみると国民の多くは戦争に無関心で、そればかりか反戦論者からは罵声すら浴びせられる。皆、何の大義もない目先の金儲けに終始し、くだらないことでいがみ合い、見栄を張り合っている。むき出しの生と死と善と悪とが溢れていた戦場と比べて、なんて嘘と偽善にまみれた別世界なのだろう。以前まで親しかったはずの家族や友人や恋人がまるで他人のようだ。そして、人を殺す方法しか知らない自分にできる仕事などほとんどなく、のけ者扱い。勇敢な戦士であったはずの自分が、来月の家賃をどう工面するかという属性のさじに追い詰められている。俺が必死になって、命を懸けて戦って守ってきたのは、こんな虚しい世界だったのか。その絶望感たるや、計り知れません。悲しいことに、こうして戦争に取り憑かれ、戦場にしか居場所を見出せなくなってしまう人が、一定数生産され続けています。逆の場合もあります。命令に従っただけとはいえ民間人を無残に殺戮してきた自分が、英雄と称賛される。自分の中の罪悪感と周囲の評価とが乖離しすぎていて、疎外感や孤独感に苦しめられる。これらは必ずしも実際の戦争がもたらすものとは限りません。戦争以外の犯罪や事故、災害、虐待の体験は言うに及ばず、他にも、敵意を持った相手の見張りを長時間経験した者が、もしもの場合に対するシミュレーションとして頭の中で何度も相手を殺してしまうという仮想殺人を繰り返した結果、トラウマを負ったというエピソードもあります。実践を経験していようがいまいが、多くの自衛隊員や軍人は大なり小なりこの類の疎外感や世界観の隔たりを感じたことがあるのではないでしょうか。時にそれは優越感という形を取ることもあるでしょう。殺人者の精神の健康は、自分の行いが善であり正義であると信じられるかどうかにかかっているのですから。ある程度信頼できる数字も紹介しておきます。アメリカでは、イラク及びアフガンから生還した約200万人の元兵士のうち20から 30%、つまり50万人前後が PTSD をはじめとした精神障害を患っているといいます。また薬物依存症患者は 10% です。ベトナム戦争の例では、従軍した280万人のうち50から150万人、18から 54% が PTSD という数字があります。現代の、特に先進国の行使する戦争では、戦場での死者よりも帰国してから自殺した元兵士の数の方が圧倒的に多いです。ただし、PTSD による自殺者数の正確な統計はありません。2017年には、退役軍人の自殺率はそれ以外の 1.5 倍だったとの統計もありますが、ここで言っている自殺率は年齢や性別で調整されており、算出方法に疑問符がつきます。グラフを見ればわかるように、退役軍人では調整後の値が低く、退役軍人以外は逆に調整後に高くなっています。2019年の数字になりますが調整されていない生の値で見ると、退役軍人以外の自殺率 16.8 に対して退役軍人のそれは 31.6 と2倍近くなっています。さらに言えば、ここでの退役軍人には退役後に予備役や州兵となった人たちは含まれていません。別の角度から、2001年10月7日以降アフガンやイラク等で戦死した米兵の数は約7000人であるのに対し、2001年以降に自殺した退役軍人の数は11万4000人以上に上るそうです。1日平均約20人。もちろん、退役軍人のすべてがイラクアフガン帰還兵というわけではなく、また個々の帰還兵の自殺が戦争の成果否かというのも完璧に判別することは不可能です。一応、イラクアフガン経験者だけで見れば、現役、退役兵合わせて約3万人が自殺しており、戦死者の4倍だという見積もりがあります。以上、あえて淡々と数字だけ列挙しました。その他の悲劇について、衣食住給の担保不可能性。これについては話し出すとキリがないので、訓練ドキュメンタリーや実際の戦争の証言記録などを参照してください。注意しておくと、戦争映画はあまり良い教材ではないかもです。戦闘描写や残虐な描写などがリアルな映画は数多くあります。しかし戦争の大半は、戦争映画では省かれている部分です。
例えば、何十キロの重い装備を身につけながらただただ夜通し歩き続ける。歩きながら寝ていたり、夢か幻覚かよくわからない状態になることなんてしょっちゅうです。土砂降りの雨やら土ぼこりやらうざったいハエどもやらにまみれながら、温めることもなく書き込むクソまずいパック飯でさえ、まあ何か食えるだけまし、など。もしそういった部分を省略せずしっかり書いたら、退屈で苦痛でうんざりなため全く売れないダ作となってしまうでしょう。西部戦線以上なし、などはその意味で稀有な名作であり、しかも1930年と古い映画でありながら ASD の発症や、前線から15の日常生活へ戻った際の違和感、喪失感、疎外感なども書かれています。彼、ポールはすぐに前線に戻りますが、そのまま戦争が終わっていれば PTSD を発症していたのは間違いないでしょう。少し話がそれますが、もう一つお勧めしたいのは PTSD を書いた勇者たちの戦場です。当初は米国内でわずか3つの劇場でしか公開されず、評価もあまり高くありません。というかかなり低いです。しかしこれは PTSD の実態を知らない人たちの不当な評価だと思います。すでに見たことがあるという人も、本動画を見た後であれば見え方が変わるかと思います。話を戻して、参考までに、あまり表立って語られない排泄の話だけ詳しく触れておきます。恵まれている場合は仮設トイレが設置されたりもしますが、基本的には自分たちで穴を掘って養便をして埋める形になります。演習中にトイレ用に設定された地域は、隠語で断着地域などと呼ばれたりしていました。男ならまだしも女性にとってこういう状況下に何日も何週間も置かれるというのは本当に苦痛だと思います。当然風呂もシャワーもないのが普通です。何日も経つと自分が汗臭いんだか、鼻が麻痺したんだか、いや嗅いでみたらやっぱり臭いんだか、疲労や眠気も相まってよくわからなくなります。さらに言うと、何日も身動きできない狙撃手や、敵の脅威下のため塹壕から移動できない場合などは、その場で養便をし排泄物と共に過ごし、挙句戦闘中のゴタゴタでそれにまみれるなんてことも多々あるでしょう。ついでに述べておくと、実際の戦闘中は失禁してしまうことは珍しくありません。これは臆病とかビビりとかだからとは限らないです。危機的状況においてアドレナリンが過剰放出され、脳のありったけのリソースが危機回避判断、行動へと振り向けられることによって、尿や便を留めている筋肉への指令が途絶えることによるものです。ここまでの内容は総じて、不衛生による疫病や寄生虫の発生にもつながります。続いて、民間人や捕虜の暴力被害、殺傷、破壊、略奪、暴行、性暴力、拷問。これらが発生しなかった戦争など古今東西見回しても皆無でしょう。なぜか、兵士個々人やその軍隊、あるいはその国の国民性、としての残虐性や暴力性だと片付けてしまうのは簡単です。しかし、我々と同じ人類の中に本当にそんなに多くの悪魔が混ざっているものでしょうか。進軍していくだろ。ドイツに入って最初の村々、俺たちは若く、元気だった。女なしの暮らしを4年間もした後、地下の酒蔵には酒がいっぱい。つまみもある。そこでドイツ娘たちを捕まえることにした。10人で1人の女性を暴行した。女は足りなかった。村の住民はソ連軍を恐れ逃亡していた。そこで少女たちを捕まえようとした。12、3歳の少女たち。泣き出したりしたら、殴りつけ、口に何か突っ込んで黙らせた。痛がっても、こちらは愉快でしょうがない。今はどうしてあんなことに加わることができたのかわからない。教養のある家庭で育った自分が、でも、あれは自分なんだ。私は、大陸に出征した友や先輩たちが、日本軍が行った冷静に見れば残虐極まりない行為を、敵側の国民を蔑視する様々な言葉を用いて、さもとくとくと語るのをしばしば聞いたことがある。ところが、敗戦となってそれぞれの郷里に帰った旧兵士たちは、あたかも心のスイッチを切り替えたかのように別人のように表変した。異国の地で理不尽な暴力、残虐行為に明け暮れた人たちが、敗戦を境として無視も殺さないような人格者と言われる人間に変容したのである。見てきたように、戦場では自分や相手の人間性を無視しなければなりません。しかし、降伏した敵兵や民間人は人間として扱い、国際法にのっとった人道的対応とやらを要求されることになります。そんな180度の大転換をそうやすやすとできる人間なんて、滅多にいないのです。そして残虐な行為に及んだ兵士らの多くは、戦場から離れ帰国してから深刻な罪悪感に苛まれます。その反動として、虫も殺さないような人格者へと変わろうとする。自分が人間であることを何とか肯定するために。例えば、戊辰戦争における省内反二番大隊の軍旗は、乱暴狼藉、略奪、敵捕虜の恥ずかしめ等を一切禁じ、背いた場合は死罪、という苛烈なものでした。その暴力行為と、自らの命とを引き換えとする覚悟はあるのか。このレベルまで律しなければ、民間人や捕虜への暴力を防ぐことは不可能です。今回の内容のような、戦争の実態はあまり知られていません。なぜでしょう。理由は大きく2つあると思います。まず一つ目として、戦争に行った人間は普通、戦争について自ら進んで語ろうとはしないということが挙げられます。そのため、今回紹介してきたような戦争の実情に関する一般の認知度が低いのです。なぜ語ろうとしないのか。それは、彼らは戦場において、人間であり続けることができなかったからです。あれは自分じゃなかった。洋の東西を問わず、多くの戦争体験者の証言に出てくる言葉です。また、特に PTSD 患者の場合は話したり思い出したりすること自体が耐え難い苦痛となり得ます。逆に危機として自らの戦争体験を語るような人物と出会った場合は注意してください。その人は、嘘をついているか、後方の安全区域にいただけか、かもしれません。しかし、次の2つの方が可能性が高く、そして危険です。祖国の大義の無病性の盲信者か、サイコパスか。
戦争の実態が知られていない理由の2つ目は、あくまで私個人の推測になりますが、政治的な意図が考えられます。これらの実態が一般市民の広く知るところとなれば、政治指導者による軍事関連の意思決定を著しく阻害する恐れがあります。また、自衛隊や軍隊の志願者数にも影響するでしょう。そのため、誰がとか、どの国がとかではなく、一般に政治中枢の人々や高級軍人らは、あえて実態をジャーナリズムにさらすことを避けてしまうのかもしれません。以上、前編にわたり気がめいる内容をお届けしてきました。重ねてお詫び申し上げます。今後の動画では、対極的な目線からの内容が主となりますが、今回のような視点は常に忘れずにいてください。最後に、打足ながら一つだけ付け加えておきます。確かに戦争においては兵士も市民も、一般社会での暮らしとは比べ物にならないほどの身体的、精神的苦痛を経験します。しかしこれらは、大なり小なり近代社会のあらゆる領域に浸透しているものでもあるのです。ご視聴ありがとうございました。